言ってる間にコロンボポート駅に着いたのだ。これは誰の像なの？アメリカ出身のエンリー・スチール・オルコット。スリランカの仏教復興に影響を与えた人らしいのだ。朝から人がたくさん集まってるのだ。やっぱりコロンボではメインの駅だから人がいっぱいいるよね。コロンボからキャンディまでは電車で最短3時間程度なのだ。スリランカのかなり内陸の方まで行くんだね。今日はキャンディで1泊する予定なのだ。では早速フォート駅の中に入っていくのだ。ちょっとワクワクしてくるね。かなり広い駅なのだ。それとかなりの年季というか歴史を感じる駅だよね。天井とかもがっちりしてて武骨な感じがいいね。この階段の鉄板の量が何とも言えないのだ。レトロで頑丈そうな作りがたまらないよね。今回乗る列車は2番線らしいのだ。2番線はこっちだって。ちょうど別の列車が出ていったのだ。なんか武骨でかっこいい列車だよね。もうすぐ列車がここに来るのだ。早く来ないかな。自販機があったから飲み物かと思ったら違ったのだ。これ洗剤詰め替えの自販機だよ。なんで駅構内にあるのかな。飲み物の自販機はないのに不思議なのだ。列車着いたよ。到着すると戻れなかったけどなかなかしっかりした綺麗な列車なのだ。車内も綺麗だね。これならゆったり行けそうだ。今回は一等車の席を予約したのだ。ちなみにスリランカ鉄道は電化されてなくてディーゼル機関車なんだって。トイレもついてるのだ。実は駅では誰か知らない人が乗り場や座席を教えてくれたんだよね。駅員でもなく乗客でもなく、ただ乗り場をみんなに教えてる人のようだったのだ。走り出したよ。なかなか快適だね。最初はあまりスピードを出さずゆっくり走るようなのだ。なので3倍速にするよ。ディーゼル機関車なのでゆったりしててなんとも旅情をそそるのだ。スリランカ鉄道って鉄道ファンには人気があるらしいよ。今回は乗らないけど高原列車が特に人気があるようなのだ。茶畑なんかも見れるんだってね。本格的にスピード出してきたのだ。走ってるのに扉を開けっぱなしだよ。スリランカ鉄道は
をつけないとね。隣に座ってた少年がクッキーをくれたのだ。向こうの席にいるのは妹たちみたいだよ。みんなすごく気さくで優しいし人懐っこくて楽しかったのだ。お父さんは少し離れたところに座ってたね。後ろの席ではみんなで歌を歌い出したのだ。みんな楽しそうで、なんかこっちまで楽しくなってくるよね。でも今日本でこれやったら迷惑だとか言われそうなのだ。日本ではイベント的に歌声列車をやっている鉄道もあるけどね。たまたまだけどこういうスリランカの日常みたいなのが見れてよかったのだ。さて、そろそろキャンディー到着だよ。どんなところか楽しみなのだ。だんだん建物も増えてきたみたいだよ。さっきまでは自然ばかりの風景だったのだ。雨もずいぶん収まってきたみたいでよかったよ。キャンディー駅に着いたようなのだ。無事到着だね。さて、キャンディはどんなところかな。キャンディーでは結構降りる人も多いのだ。駅も大きい感じだし、かなり都会なのかも。こんなところに犬がいるのだ。スリランカでは犬には寛大だよね。どこにでもいる感じ。電車は次のところへ行くようなのだ。なるほど、ディーゼル機関車って感じだ。では駅を出るのだ。出るときは切符がいるようだよ。改札は人がやってるのだ。レトロな感じでいいよね。駅舎の雰囲気もレトロな感じで懐かしいのだ。今の日本じゃなかなか味わえない列車の旅だね。駅を出たらすぐさまトゥクトゥクの呼び込みが来たのだ。駅の周りも見たいのに世話しないよね。これがキャンディー駅なのだ。建物は古そうだけどすごく綺麗にしてあるね。それにすごく立派な感じの建物なのだ。駅前にあった地図だけど
なんかスカスカな感じ。警察とか学校とか病院くらいしか乗ってないのだ。とりあえず土地勘を養うためにトゥクトゥクに頼らず歩いてホテルまで行こう。地図ではそれほど遠くないはずなのだ。歩いて15分程度なのだ。あれ、どっちへ行ったらいいんだ。向こうの壁の方が歩道があるようなのだ。よし、この道をずんずん行けばいいんだな。この道しかない感じなのだ。キャンディー中央市場ってところに出たよ。ホテルまではあと半分くらいなのだ。やっぱり結構栄えてる街だよね。至る所お店がいっぱいなのだ。着いたよ。これが今日のホテル、カフェアロマイン。アゴダで47ドル、日本円で7000円くらいなのだ。その割に結構小ぶりなホテルだな。ホテル名にカフェと入っている通り、1階はカフェになっているのだ。まあ清潔で気持ちよさそうなカフェって感じだね。なぜかお店の人がこっち見てニコニコしているのだ。ちょっと対応に困るよね。本日のお部屋なのだ。スリランカのキャンディで7000円と考えるとちょっと狭い感じかな。水回りはこんな感じなのだ。必要十分って感じだね。清潔そうなのがいいよ。ちょっと狭いけど今日は寝るだけなので十分って感じなのだ。窓を開けてみたらホテル内部のエレベーターが見えるよ。エレベーターの中からも部屋の中が見られてしまうのだ。これカーテン閉めっぱなしにしておかないと。アメニティは大したものはないのだ。まあこれだけあれば十分だよ。ということでキャンディー市街地を散策することにしたのだ。地方都市って感じの街並みでコロンボよりは落ち着いた雰囲気でのどかだよね。トゥクトゥクのおじさんに案内してやると言われて試しに乗ったのだ。こういうのは悪質なドライバーもいるんだよね。それも込みで試してみたのだ。まずキャンディーのホワイトブッダに連れてきてくれたのだ。27メートルもあるらしいのだ。でも雨降ってるから登るの大変だしここから見るだけにしたよ。ちなみに奈良の大仏は15メートルなのでそれより12メートルも大きいのだ。今度は無料ヘッドスパだとか言われてこんなところへ連れてこられたのだ。ハーブのサプリを買えとか言ってきたよ。やっぱりそういうからくりか。多分何か買うと運転手がリベートもらうのだ。この人私は医者でセールスマンじゃないとか言いながら値引きするとかしつこかったよ。この辺りはいろんなハーブを育てていると言ってたのだ。マッサージとかもやってるみたい。ここはマハウェリ川にかかっている橋なのだ。猿がいっぱいいるんだよね。
大阪で言ったら箕面の山みたいだ。ここがマハウェリ川なのだ。泥の川なのだ。このヒンズー寺院も寄ったけど閉まってたんだよね。次に連れてきてもらったのがアスギリマハビハーラビリベナというお寺なのだ。長くて難しい名前だな。どんなとこだろうか。ここが内部なのだ。これはすごく綺麗だな。すごいよ。ここは僧侶の学校も兼ねてると聞いたのだ。そういう感じの絵も描かれてるね。壁の彫り物もすごいのだ。一面全部が同じ模様の彫り物だ。近くで見るとこんな細かい模様なのだ。これは掃除が大変そうだ。でも埃も全然ないよ。最後はここタラダーマーリガーは寺院、通称ブッシデラなのだ。ここはブッダの肌を収めてあるお寺なんだよね。荷物検査の人たち気さくだったな。トゥクトゥクのドライバーさんとはこの寺の前で別れたのだ。まあ最初1000ルピーって言ってたのに3カ所回って3000ルピーだとか言ってきたけどね。結局約束の1000ルピーしか払わなかったのだ。そしたらなんかしょげてたね。お寺に入ると勝手に知らない人が強制ガイドし始めたのだ。頼んでもないのにこれが仏像だとかいろいろ案内するんだよね。どうせ最後にガイド料を要求してくるパターンなのだ。まあ大した額じゃなかったから案内してもらって助かったよ。これは福祉寺で一番古いお堂なのだ。これは1階で象牙で祀られてるんだって。このお堂は2階建てなのだ。2階にブッダの歯が収めてあるらしいよ。ここにブッダの歯が収めてあるらしいのだ。公開されるタイミングがあるらしく直接歯は見れなかったよ。まあ歯をどうしても見たいとも思わなかったから別に問題ないのだ。ここはいろんな国の仏像が飾ってあって面白かった。国によって仏像も違いがあって興味深いのだ。日本の仏像もあるんだよね。仏師寺の外に出たらこんな仏像もあったのだ。 LED で光らせてる仏像ってタイとかミャンマーでもあったな。もう夜になったので晩飯を食べるのだ。ローソという料理を食べれるこの店に入るよ。調べたら結構評判のいい店のようなのだ。ローソは初めて食べるから楽しみだ。さすがに評判が良いだけあってお客さんがいっぱいいるのだ。よくわからないけどなぜか煙が店内に充満してるね。動作が来たのだ。パリパリの特大クレープみたいな感じだな。中にいろいろ具が入っててカレーとかつけて食べる感じなのだ。このお店ベジタリアンのレストランだから肉は入ってなさそうだけどね。
ます。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた次回なのだ。